清水建設の井上でございます。この度は CTEC という歴史あるイベントにおいてお話をする機会をいただきまして誠にありがとうございます。主催者並びに関係者の皆さんに感謝申し上げます。さて、本日はニューノーマル時代を迎えようとする今、当社が考える未来のスマートシティについて映像を交えながらお話しさせていただきたいと思います。このような内容で進めてまいります。現在当社ではスマートシティの先行モデルとして国土交通省から認定されたプロジェクトを江東区豊洲における大規模な開発とともに進めております。後ほど内容をお話しいたしますが、最初に少しだけそのイメージをご紹介します。これが豊洲スマートシティの一角、豊洲市場のそばに完成する予定の複合施設のイメージです。本日はこのスマートシティへの足がかりともいえる取り組みをご紹介した後、改めて豊洲スマートシティについて、さらにはその先を見据えた当社が考える未来のスマートシティについてもお話ししたいと思います。少々お時間を頂戴いたしますが、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずは当社のことをあまりご存知でない方もいらっしゃるかと思いますので、はじめに当社の歩みについて映像をご覧いただきます。清水建設は1804年、初代清水喜助が21歳の時、宮大工として江戸の神田鍛冶町で創業したことに始まる。初代喜助は開港に合わせ横浜に進出、洋風建築の技術習得に努めた。これを基盤に2代喜助は日本で初めてとなる洋風ホテル築地ホテル館、日本初の銀行第一国立銀行を手掛けるなど洋風建築技術に磨きをかけた。三代万之助は経営改革を図るとともに設計施工一貫体制を築き、近代的な建設業の基礎を築いた。その後渋沢栄一を相談役に迎え、支配人原林之助のもとさらなる近代化を推進。発注者との間に請負契約書を交わす日本初の試みを実践した。清水建設の挑戦は続く。日本初の本格的な鉄骨造建築の日本橋丸善本店ビル、戦前の日本近代建築の金字塔と呼ばれる第一生命館、戦後には歌舞伎座を改修した。清水建設の日本初の取り組みとしては原子炉、高張力による吊り屋根、地下式の LNG 貯蔵タンク、石油備蓄基地などが挙げられる。清水建設のものづくりの伝承と挑戦の精神は現在まで脈々と受け継がれている。それでは
続いて当社の経営方針についてお話ししたいと思います。当社は1804年の創業から本年で217年目を迎えました。その長い歴史の中で、映像でもご紹介しましたように、明治20年、渋沢栄一郎にお願いし、相談役についていただきました。その後、30年にわたって当社の経営指導に当たっていただきました。当社は渋沢王の教えである道徳と経済の合一を旨とする論語とそろばんを経営の基本理念として位置づけ、近年社是として社業を発展させてまいりました。そのような大恩人である渋沢王が2024年に発行される新紙幣の顔に決まり、また来年の大河ドラマの主人公となるなど話題となっており、当社としても大変喜んでおります。また明治11年に完成した旧渋沢邸は、当社の2代目当主である清水喜助が手がけた現存する唯一の建築作品です。青森県六戸町に移築されていたものですが、当社ではこれを譲り受け、現在計画中のイノベーションセンター敷地内に再移築・保存することとしております。また当社は2019年に長期ビジョン、清水ビジョン2030を発表し、清水グループが2030年に目指す姿をスマートイノベーションカンパニーといたしました。そこには人々が豊かさと幸福を享受できる持続可能な未来社会の実現に貢献したいという思いを込めております。そして2030年の社会に提供したい価値をレジリエント、インクルーシブ、サステナブルという3つのキーワードで表現しました。レジリエントでインクルーシブ、そしてサステナブルな社会の実現はスマートシティへの取り組みにおいても踏襲すべきことであります。ここからは今回の本題であるスマートシティに関する当社の取り組み、考え方についてご紹介したいと思います。当社は50年にわたって自社開発・運用を続けてきた建物管理システムを足がかりとして、早くからスマートシティの実現に向けて取り組んでまいりました。当社独自の建物管理システムはゼネコン随一の実績を有していると自負しておりまして、このシステムを基盤としてスマートシティに必要な機能を順次拡充してまいりました。とりわけエネルギーマネジメントには力を注ぎ、いち早くマイクログリッドを実現するとともに、系統との連携によるスマートグリッド、ユーザー側の機器制御を含むスマートベムスなどを世界に先駆けて開発してまいりました。また当社ではワークプレイスの変革を目指したフリーアドレスを世界で初めて1980年代に社内で実装していますが、この考え方はスマートベムスと連動したオフィス空間、スマートワークプレイスの実用化につながっていきます。このような省エネルギーと快適性の両立を目指した空間の構築は、スマートシティ実現への基盤の一つとなっています。この施設ごとの建物管理システムで培った技術をもとに、対象範囲を建物単体から数棟を束ねる街区レベル、さらに広げたエリアレベルへと順次拡大し、スマートシティを実現しつつあります。
エネルギーの融通や最適化をはじめとして災害対策、避難誘導、あるいはセキュリティを面的にサポートすることでレジリエント力を強化するとともに、音声ナビゲーション、自動運転車両やロボット対応といったこれからのまちづくりに欠かせない社会基盤となる仕組みを取り込み実装しようとしています。それではこれまでの事例をいくつかご紹介したいと思います。まずは建物レベルでの実績です。これは我が国初のゼロエネルギービルディング ZEB を実現した郊外型の低層オフィス建物です。続いて街区レベルとしてはキャンパス全体のエネルギーマネージメントを段階的に整備し、大幅な省エネにつなげた中部大学のキャンパスなどがあります。エリアレベルでは13棟で電力や熱の一元管理を実現した日本橋スマートシティ、ネムスと呼んでおりますが、こうした都市内の高層ビル群でも大きな効果を上げています。ここまでご紹介しましたように、従来のスマートシティはエネルギーなどの個別の分野に特化した取り組みが中心でした。しかしながら平成28年に内閣府よりソサエティ 5.0 が提唱され、 IoT や AI、ビッグデータをフルに活用することによって交通、観光、防災、健康、医療、エネルギー、環境など複数の分野を包括的に最適化する分野横断型のスマートシティへシフトしてきました。そのような次世代に向けた新しいスマートシティの姿を示すべく、当社が取り組んでいるのが豊洲エリアでのスマートシティです。当社はあらゆる人々が参加でき、地域との共生が図られる持続可能でインクルーシブなまちづくりを基本姿勢にまちづくりに取り組んでいます。江東区の豊洲もその一つで、30年以上前からその歩みに寄り添うように時間をかけて成長する街の開発に貢献してきました。1986年、当社は豊洲5丁目の企業地権者10社に呼びかけ、豊洲5丁目地区協議会を設立、まちづくりの検討を始めました。当社はこの事務局として参加企業とともに学識経験者、行政、地域と連携して活動を続けてきました。これまでに豊洲エリア内で20件もの開発、設計、施工をさせていただいております。それでは豊洲における最新のプロジェクトについてご紹介します。この写真に示した青い枠で囲った部分が豊洲1丁目から6丁目までの豊洲地区全体、約246ヘクタールが豊洲スマートシティの対象地域です。昨年5月、国土交通省のスマートシティ先行モデルプロジェクトに認定されました。11月には豊洲スマートシティ連絡会や豊洲スマートシティ推進協議会が設立され、清水建設は幹事企業の一社として地方自治体や大学、企業と連携しながら町の課題解決に向けた取り組みの検討を進めています。そして今年7月にはリアルタイムデータや AI を活用したサービスを構築する東京都のスマート東京
モデル地区にも選ばれました。豊洲地区はオフィス、商業、住宅、市場などさまざまな機能を持ち、近年の開発により在住者や就業者が飛躍的に増加しています。都心部では貴重な水と緑に囲まれ、開放的な環境に恵まれた町です。その中にある豊洲6丁目地区の一角、豊洲市場の目の前で当社が開発を進めているのが豊洲6丁目 4-2 および3街区プロジェクトです。このプロジェクトは大規模賃貸オフィスビルと豊洲エリア最大規模のホテル、そして新しい交通システムである東京 BRT 等が乗り入れる交通広場と、その上部に大規模なデッキを設けた延べ床面積約12万平方メートルの複合開発計画です。来年2021年秋に街開きの予定となっております。ではここでプロジェクトの完成イメージを CG でご覧いただきたいと思います。このプロジェクトは東京駅から約4キロという都心臨海部に位置し、環状2号線や豊洲市場、ゆりかもめ市場前駅に隣接しています。向かって右側が賃貸オフィス棟のメブクス豊洲です。ワンフロア2000坪という大規模なオフィス空間です。屋上庭園や外周部のバルコニー、多彩な共用スペースなど開放的で心地よいクリエイティブな環境を提供します。左側は共立メンテナンス様が運営されるホテルラビスタ東京ベイです。582室の客室のほか、最上階に大浴場やプールを設置したアーバンリゾートホテルです。中央の交通広場には新しい交通システムである東京 BRT や羽田成田空港直結の高速バスなどが乗り入れる予定で、上部のデッキ空間と一体となり、地域の新たな交通結節点として、またにぎわいや安心安全の拠点として機能します。ここがプロジェクト最大の特徴ともいえる豊洲道の駅です。いかがでしたでしょうか。今ご覧いただきましたように、ゆりかもめの駅と水辺を結ぶオープンスペースと交通広場が一体となった空間を豊洲道の駅と名付けました。スライドのタイトルにある都市型道の駅とは、従来のロードサイドにある道の駅が持つ休憩、情報発信、地域連携などの機能だけではなく、多くの人々が行き交う都市部ならではの機能を持つ拠点です。駅から続くデッキを整え、街に開かれた多様なにぎわいのある場を作り、そこに公共交通の結節点が重なり合うことで、新たな街における拠点が生まれ、街づくりの核となることを期待しています。大規模なデッキ空間は、平常時は地域のにぎわいの拠点となるとともに、災害時には帰宅困難者の受け入れ施設となります。平常時と災害時のデュアルモードに対応した地域の防災拠点ともなるわけです。また、道の駅はスタートアップ企業などが最新技術の実証を行う地および情報の結節点ともなっていきます。豊洲を含む東京臨海部は今後もオフィス、住宅、
商業施設の開発など、さらなる発展が期待されています。豊洲道の駅は、従来型の公共交通や水上交通などに加え、徒歩、自転車や次世代モビリティといった交通手段にも対応した交通結節点となります。具体的には、1階の交通広場には都心と接続する東京 BRT や羽田および成田空港と接続する高速バス、タクシーなどが乗り入れる予定です。また、豊洲ならではの立地、すなわち運河に面した立地を生かした水上バスも運行が検討されています。地上の交通広場とその上に整備する大規模なデッキ空間をつなげることで、多様な人々の出会いや交流を通じたにぎわいを生み出し、歩きたくなる街として魅力を高めていこうと考えています。また、次世代モビリティによる移動やロボットによる物流サービスなど、最先端テクノロジーを活用した新規サービス事業の実証の場としての活用を予定しています。さまざまな企業と連携しながら、豊洲エリアの新たなにぎわいや価値づくり、新規ビジネスの創出につなげていきたいと考えています。具体的には、移動型店舗のスタートアップ企業であるメローとの連携による取り組みを予定しています。例えば、ショップストップによるにぎわい創出です。バスがバス停に止まるように、飲食、物販、サービス店舗など、時間帯ごとにさまざまなお店が集まる停留所を置こうというものです。購買データ、天候、時間帯などのデータを集約、分析、シミュレーションすることで、効果的な店舗配置が可能になり、人々の利便性が高まります。これからのニューノーマルの時代に適した新たなビジネスモデルとして期待されています。また、ここは災害時には豊洲市場などと連携したフードトラック駆けつけ隊という形で被災者支援の活動を展開する場所にもなります。豊洲スマートシティ推進協議会では、2018年度より豊洲の住民、就業者の方々に協力をいただき、豊洲スマート防災訓練を実施しています。今年度から対象エリアを拡大し、また皆さんが日頃よく使っている LINE アプリを活用することによって、多くの方々に参加していただける環境を整えました。今年度はコロナの影響もあり、完全リモートでの実施でしたが、300人を超える住民、就業者の方々などに参加いただきました。豊洲道の駅も災害時の帰宅困難者受け入れ施設となり、地域の防災拠点として貢献していきたいと思います。先ほどメローとの連携についてお話ししましたが、その他にも企業との協業を促進していくため、豊洲スマートシティチャレンジというプログラムを開催する予定です。豊洲を舞台に街の課題解決や価値創出、未来の街づくりに挑戦するスタートアップ企業を募集していますので、ふるってご参加いただければと思います。さて、ここまでは豊洲スマートシティで実現しようとしている目に見えるサービスの代表である豊洲道の駅についてお話ししましたが、ここからはもう一つの特徴であるデジタルツインなど
デジタルで作るまちづくりについてご紹介したいと思います。その前に一旦そのパイロットプロジェクトでもある豊洲スマートシティのイメージ動画をご覧ください。スマホが最適な交通手段を教えてくれる。 AI が都市での生活を快適にしてくれる。そんな世界がすぐそこまで来ている。豊洲スマートシティ。その街には人々が集う。人が集まることでさらに情報が集まる。そして最新のテクノロジーに触れる。人々はニューノーマルなこれからの暮らし、そして街の在り方を体験する。デジタルで作る清水の次世代まちづくり。ここでは交通、人の流れ、ロボットの動き、エネルギー、防災情報などのデータを蓄積し、分析、シミュレーション。建物の OS はアップデートを続け、やがて都市へと広がる。デジタルなまちづくりはイノベーションによりさらに進化し、全国、世界へと広がっていく。清水のまちづくりは誰もが快適に、そして安全な暮らしを実現する。豊洲にスマートシティができる。豊洲から未来を作る。世界を幸せにするまちづくりがここから始まる。子どもたちに誇れる仕事を。清水建設。では、豊洲から始まる未来のまちづくりに関する当社の取り組みをデジタルで開く次世代のまちづくりというタイトルでご紹介させていただきます。まず、デジタルツインについてお話しします。デジタルツインとは、現実の空間にある施設や設備の稼働状況、環境情報などをリアルタイムで情報収集し、仮想空間上にデジタル情報として再現し、さまざまなシミュレーションを加えて現実空間の改善につなげていくソリューションです。当社は現実の都市基盤や施設の整備、維持管理などで蓄積した経験と知識をもとに、現実空間と仮想空間を結ぶデジタルツインにより、まちづくりに新たな価値を提供しようと挑戦を続けています。では、デジタルツインを活用した未来の街の姿を具体的にご紹介してまいります。オフィスワーカーの出社時からの一コマです。オフィスのエントランスでは、保有するスマホと連動したサーモカメラが顔認証や発熱チェックを行い、ゲートを開放します。同時に呼び出されたエレベーターへ案内し、自動入力された目的階へ誘導します。執務室内では、あらかじめ登録していたフリーアドレスのワークスペースに着席すると、パーソナル情報に基づき、好みの温度や照度がセットされます。細かな調整は個人のスマホからも操作可能で、快適な執務環境が保たれます。一人一人の建物内での位置や温熱環境の好みなどを設備の運転や調整に反映することで、快適な環境の中で
ワーカーの生産性を向上させ、最小のエネルギーで環境を維持することができます。この技術はもしもの時にも大きく役立ちます。災害時にはスマホを通して状況をリアルタイムで詳しく在管者へ伝えるとともに、一人一人の位置情報に基づいて最適な避難行動を促し、屋外の安全な場所まで誘導します。さらにハンディキャップのある方々には位置情報を防災センターで把握し、避難行動をきめ細かくサポートするとともに、近くの同僚たちへ情報提供を図り、助け合いの力で安全確実な避難ができるよう支援します。いつもの技術がもしもの時にも役立つことはとても重要だと考えています。地球温暖化対策として求められる CO2 の大幅な削減には、建物単体における省エネなどの取り組みが基本ですが、町レベルでエネルギーのやり取りを行う都市のエネルギーマネージメントも極めて有効です。個々の建物のエネルギーを融通し合いながら、太陽光や風力など再生可能エネルギーを有効に利用し、さらにこれを随時蓄え、必要な時に取り出すことで、町全体でのエネルギー需要のピークを抑え、エネルギー供給の負荷を軽減するものです。当社は先ほどもお話ししたスマートベムスをはじめとする汎用性の高い独自のエネルギー制御システムで実績を上げておりますが、最新のシステムは都市レベルでのエネルギーマネージメントを実現し、さらにはエネルギーの領域を超えてさまざまなものにつながる次世代のまちづくりを支えるプラットフォームに育ってきています。さて、このエネルギーマネージメントシステムにおける清水独自の技術として、当社と産業技術総合研究所が共同開発を実施している水素エネルギー利用システムハイドロキュービックがあります。ゼロエミッションに向けて再生可能エネルギーをさらに積極的に活用していくようなスマートシティを実現するため、水素の利用についても研究を進めているものです。当社のエネルギーマネージメントシステムと産総研の開発による特殊な水素吸蔵合金を用いた安全な水素貯蔵技術を組み合わせ、建物や外区の CO2 削減に貢献するほか、災害時のエネルギー供給が可能になるなど、環境に優しく災害に強いレジリエントな次世代のまちづくりに貢献する技術です。太陽光や風力など再生可能エネルギーの余剰電力を水素に変えて、水素吸蔵合金に蓄えた後、必要に応じて水素を取り出して発電できるようになっています。建物に付帯することができるシステムなので、都市内に配置されたこのシステムを活用することで、都市レベルのエネルギーマネジメントの実現に寄与することができます。すでに実際の建物でその効果を実証しており、これを紹介する映像がありますので、そちらをご覧いただきたいと思います。産総研福島再生可能エネルギー研究所フレアが立地し、未来の新エネ社会の拠点となることを目指す福島県郡山市。そこに位置する郡山市総合地方卸売市場に拠点を設け、水素を利用した次世代まちづくりを実現するための実証運用を開始しました。実証では日中、太陽光発電などの再エネ電力に余剰が生じた際に、水を電気分解して水素を製造し、水素吸蔵合金に蓄えておきます。雨天や夜間など必要に応じて水素を水素吸蔵合金から取り出して燃料電池へと送り、発電して建物にエネルギーを供給します。
続きましてロボットと建物設備の連携についてです。当社は建設ロボットの開発にいち早く取り組み、すでに複数の現場で導入していますが、この過程で得られた人と共存するロボットを制御する技術は、今後建設現場だけでなく、警備、清掃、案内、送迎、配送など建物サービスの担い手としてのロボットにも生かしていこうと考えています。これからのスマートシティにおいては、建物内のさまざまな設備機器とロボットを連携させ、一元的に管理しようとしています。建物内で稼働するロボットの運行管理ソフトウェアと、建物側のビムデータやエレベーター制御システムなどを連携させることで、フロアをまたいで複数種類のロボットを稼働させ、協調動作を実現する技術です。当社の技術研究所で実証試験を行っておりまして、今後は施設や外区レベルでの自動運転車両やロボットの活用を目指しています。では、技術研究所での実証の様子をご覧ください。ここまで具体的な街の未来像やそこで活用される技術を見ていただきましたが、当社がこれらを実現するコア技術と考えているのが建物 OS です。スマートフォンがカメラと連動してゲートを開放するのも、太陽光発電の余剰電力を蓄え、必要に応じて各設備に電力供給するのも、複数のロボットがエレベーターで移動できるのも、建物 OS を介してそれぞれの機器や設備が情報を交換できるからです。建物の中の膨大な数の機器や設備を一つのシステムとして統合し、制御できるようにする。先ほど触れましたエネルギーマネジメントの分野だけではなく、さまざまなものがつながるプラットフォームがこの建物 OS なのです。デジタルツインでは、街のインフラや施設のビムデータ上に人々の活動情報を載せ、その場の環境とそれを支えるエネルギーのマネジメント情報を仮想空間で統合します。そしてこれらのデジタル情報を建物 OS を介して現実空間にフィードバックすることで、サステナブル、レジリエント、そしてインクルーシブなまちづくりの実現に貢献していきます。このように私たちは
デジタル技術を用いたまちづくり、デジタルゼネコンとしての活動を今後加速させていきたいと考えています。ところで、都市レベルでのデジタルツインの構築を目指すには、建物や街のデータ等を集約する必要があります。そのため、建設関連の IT ソフトウェア分野でグローバルな実績を持つオートデスク社と技術協力体制を構築することとしました。当社が持つ都市計画から設計・施工・運営に関する幅広いまちづくりノウハウと建設 ICT のトップ企業の最新テクノロジーを融合させ、デジタルゼネコンとしての技術基盤を整え、次世代まちづくりに貢献していきたいと考えています。さらに、ここで蓄積されたデジタル情報を次世代のまちづくりを目指すさまざまなベンチャー企業と共有できるオープンなプラットフォームを構築し、開発環境を公開することも考えています。こうして得られるノウハウを生かし、広く自治体やインフラ企業に働きかけることで、新たなまちづくりの提案とイノベーション創出につなげていきたいと考えています。さて、以上述べてきた当社の取り組みは、人と建物や都市との関係を最適にマネージメントするためのものですが、真に QOL の高い魅力的な次世代のまちづくりにとって大切なのは、人々の暮らしを豊かにするため刺激し合い創造する力だと考えます。そのために必要なのは、人と人をつなぐ新たなフィールドを創出するまちづくりのプレイヤー間での競争であり、オープンイノベーションのためのプラットフォームの構築だと考えます。当社が取り組むデジタルで開く次世代のまちづくり、それは人と物をつなぐデジタルプラットフォームを基盤にしたものですが、さらにそれを人と人をつなぐことづくりをインキュベートするような人、物、ことを結ぶデジタルプラットフォームとすることが次世代のまちづくりの根幹をなすものではないかと考えます。当社がまちづくりで蓄積し運用する情報を大いに活用いただき、新たなことづくりに挑戦し、革新的な機能やサービスを提供する多くのプレイヤーたちとオープンイノベーティブな環境の中で次世代のまちづくりに貢献していきたいと考えます。続きまして、今回の CTEC のスローガンにも挙げられていますが、ニューノーマル時代に向けた当社の取り組みについてお話ししたいと思います。これからのスマートシティは、このニューノーマルを踏まえたものとしていくことが求められるでしょうから、ここで少し触れておきたいと思います。新しい生活様式が定着する中、私たちは企業活動をコロナ前の水準に戻すことに加え、ワークライフバランスを保ち、一人一人が生き生きと日々を過ごせる働き方をサポートすることに着手しています。当社においても、例えば施設面での非接触化や飛沫防止、除菌などの対策を進めることに加え、空気の滞留しがちな場所における換気量の確保や気流のコントロールをコンピューターシミュレーションで検証しています。このようなデジタル技術に基づく検証には、順天堂委員様の病室計画において培ったノウハウが役立っています。順天堂様にご指導いただきながら、病室内の空気の流れを CFD 解析というデジタルシミュレーションで検証し、空気感染リスクを低減する施設を実現しました。ここで得られた知見は、病院だけではなく、オフィスや学校などにも活用し、ニューノーマル時代に対応した施設づくりや改修に取り組んでいます。今後も感染対策をはじめ、さまざまな分野の専門家と連携し、デジタル技術を活用しながら感染リスクを低減する
信頼性の高い施設の整備と運用を目指していきたいと考えています。具体的に取り組んでいる事例をご紹介します。当社は順天堂大学の堀聡先生が提唱されるパンデミックレディという考え方に賛同し、共同研究に着手しました。このパンデミックレディデザインというのは、普段の日常生活や業務の場面に感染対策があらかじめ織り込まれた都市や建物デザインという概念で、エビデンスに基づいた感染リスク低減についての標準を考えようというものです。堀先生ご指導のもと、研究には当社からも多くの技術者が参加する予定です。建築空間に関する当社のデジタルシミュレーション技術も積極的に活用し、医療施設以外の建物にも応用していけるような信頼性の高い提案活動につなげていきたいと考えております。さて、ニューノーマル時代において施設整備の他に注目しているのが都市の緑です。当社では都市部における緑化のほか、里山や農地における自然の保全・再生など、当社が持つ技術を自然の機能にプラスすることによって、自然の恵みを都市や地域全体に還元しようという事業コンセプトを掲げています。地域の環境、社会、経済の価値を向上させることで、持続可能な地域づくりに貢献するグリーンインフラプラスというものです。清水が作るスマートシティでは、このグリーンインフラプラスを推し進め、潤いのある都市環境を提供していきたいと考えています。スマートシティについてのプレゼンテーションの最後に、当社が考える未来のまちづくりとして、スマートイノベーションシティについてお話ししたいと思います。これからのスマートシティは、ニューノーマルにも後押しされて加速するデジタル社会の中で、SDGs などさまざまな社会課題に最適解を出していく街となっていくものと考えます。その開発や運営に参加する多様なステークホルダーが共通のプラットフォームを活用して、さらに新たなイノベーションや価値を生み出し、街自身を進化させるようなものになっていく。これをスマートイノベーションシティと呼びたいと思います。これまで当社がスマートシティ実現に向けて培ってきたさまざまな技術や街づくりのノウハウ、また豊洲スマートシティをはじめとするプロジェクトの中で実証しようとしている新たな技術、これらは未来のスマートシティの魅力を高めるため、ぜひとも生かしていきたいところであります。そして引き続きスマートイノベーションシティを作り出していくための新しい技術やサービスを開発するとともに、そこを利用する皆さんと一緒に街を更新・進化させることができるよう取り組んでいきたいと思います。スマートシティへの取り組みに関する私の話は以上でございますが、ここでお話しした内容の大半は企業エリアの当社ブースにて詳しくご紹介しておりますので、ぜひそちらにもアクセスしていただければと思います。今回の CTEC では、ニューノーマル時代と共に歩む CTEC というスローガンが立てられましたが、ニューノーマルへの対応も含めたソサイティ 5.0、 そして SDGs 達成のための取り組みは引き続き我々の重要課題であります。プレゼンテーションの冒頭、2030年に向けた当社の長期ビジョンは、人々が豊かさと幸福を享受できる持続可能な未来社会の実現に貢献したいという思いを込めたものと申し上げました。これにはソサエティ 5.0、 そして SDGs が目指す2030年の社会をお客様と共に実現していきたいという当社の願いも込められています。子どもたちに誇れる2030へ、そしてその先へ。私どもは
この思いとともにスマートイノベーションシティの開発をはじめ、より良い社会の実現のためさまざまな活動を継続してまいります。皆様からの応援、そして一緒にやっていこうというお声掛けを頂戴できれば幸いでございます。以上で私のプレゼンテーションを終了したいと思います。長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。